はい、こんにちは、深夜です。はい、今日はこの田町駅から高輪ゲートウェイ駅に向かって歩いていきたいと思います。はい、ちょっと田町駅ギリギリ見えてますけど、あそこに、はい、行きましょう。はい、いやじゃー、アキさんと、スペシャルゲストアキさんがいましたね。いましたね。浜松町からまさかの。はい、4人目のゲスト。なんか、後半結構多くないですか、ゲスト。いやいやいや、たまたまあっただけですたまたまです。ゲストでバンドできそう。バンドできそうっすね。ドラム僕、はい。はい。キーボードキヨ、はい。ベースアキ、はい。ギターマナ様、スペシャルバンドじゃないですか、完全に。ボーカルイガグリ千葉。いや、本当だ、そうだ。いや、スペシャルバンドじゃないですか。いや、カオスすぎでしょ。カオスですけどね。ラストカオススターズ。まあでも、アキさんとは結構僕も仲いいっていうのは、知ってたので、それで出てくれた感じですね。たまたま上の端にいた。浜松町で謎の行動をしてましたけど。はい、いやでも、この区間はですね、はい、すごい重要な区間ですよ、シアさん。いや、そんなことより。何ですかそんなことなんで話変えようとしてるんですか。そんなことより、高輪ゲートウェイがもう、初めて行くとこなんで、僕も本当に。だってコロナ中、2年前ぐらいですかね、に多分コロナ中だっけ？コロナ中でしたよ、確か。だから2020年とかなんかそのあたりな気がするんですけど、品川と田町の間にできたんですね。新しい山手線の駅が。そう。結構すごいことですよね。普通に。いや、もう数十年ぶりのあれですね。大体漢字じゃないですか、全部。うん。まさかゲートウェイっていう、カタカナが入り込んできたっていう。いや、なんかだいぶ揉めてたけどね、当時。あ、そうなんですか。確かなんか、投票みたいなんやって。あ、その駅名の。全然1位じゃないのに、それが通った。1位は何だったんですか？いや、高輪駅とかそんな。ああ、まあ。そういう感じになると思いますよね、普通は。いや、だからなんか、軽くスルーされましたけど、すごい重要なとこなんですよ。いや、なんでスルーですか？高輪ゲートウェイの話じゃなくて。高輪ゲートウェイの話じゃなくて、もうすごい、僕的には一番ゆかりのある深夜さんと、とこなんですよ。田町が？田町と間っすね、ゲートウェイの。で、今これからだからそこ向かいたいんですよ。ぜひ。ここ歩いとけばいいんですか？こことりあえず歩いとけばいいです。もうちょっと線路沿いが難しいと思うんで、とりあえずこの第一京浜、この大きい15号を通っていけると思います。この札の辻が。なんだろう。もう、ゆかりのある地ですね。はい。このビルもなんか新しいしな。この階段？この階段めっちゃボロい。3倍からです。めっちゃ年季入ってるんです。じゃあ、田町はなんかシアさんあるんですかね？さっき出発した。田町は、まあスタジオがそうですね。あるんで、まあ年2回ぐらいの期間行きますけどね。行きますよね。前生配信で、なんか意見出てたけど、ダーツの旅で、藤枝君にダーツを投げる。危ない。突っ込みました。僕は見てたんですけど。見てたんですけど、ダーツってどこに投げるんですかねみたいな、シアさんが質問のあれですよね。藤枝に投げるみたいな。実際あったんですよ、そのコメント。あった。マジっすか？もう突っ込みそうに、なんやそれって思いました。完全に。僕に刺してどうするんですか？だから藤枝君に23区のタトゥー彫ってもらって、なんでそれで刺せた。しかも刺さるんですよね。もちろん。いや、もちろんってなんですか？石田さんの郵便局、なんか覚えあるんですか？なんか知ってるあれ。本当ですか？あれ、高輪郵便局じゃない？違うか。高輪郵便局じゃないですね。見て。大ビル。第3の。第3関係ないです。確かに大ビルって書いてあります。第3別に関係ないです。ほら、これ高輪郵便局じゃん。本当だ。高輪郵便局前だ。ちょっと眩しすぎてあれしてる。ここに来たことあるんですか？石田さんは。ある気がする。本当ですか？だって僕デビューの頃高輪に住んでたから。あ、そうなんですね。この辺じゃなくてもっと奥側の高輪に。じゃあ結構ゆかりあるかもですね。この辺は。いや、そんなないけど。そうなんですね。いや、もう、刻一刻と近づいてますよ、シアさん。どこに？僕らの
僕らって僕も関係あるの？というか、僕らのですよ。僕関係ある？いや、全然関係ありますよ。第3関係ある？第3も関係あります。全然余裕で関係あります。じゃあこのビルのこといや、違う、大ビルじゃないんですよ。日東大ビルじゃなくてですね、もうちょっと行くとあるんで、まあまあ。いや、もう、芦屋さん、YouTube で、デビュー当時の、みたいな、会社ですかとか言ったじゃないですか。もうそれに今日近いですよ、かなり。僕からしたら。その懐かしの場所行ってみようみたいな感じだったじゃないですか。もしかしてデビュー時僕の住んでたとこ？いや、違う、知らないです。今初めて知った、それは。逆にそこもちょっと気になりますけど。あそこちょっと行ったら、めっちゃ低いガードのトンネルあるよね。ありますよ、あの先ですよね。よく知ってるじゃないですか。めっちゃ通ってたもん、そこ。通ってる。なんで通ってたんですか？いや、自転車で。自転車でこうやらないと通れない。本当ですか？スタジオ行くのめっちゃ自転車で使って。芦屋さん。はい。ここっす。担々麺？担々麺。いや、この担々麺じゃない。多分これだよな。あれこれっすよね。だから僕が、もう、何年前ですか、あれは。マローバーボンぐらいの時ですよ。僕、ロディ先にやってたじゃないですか。はい。そこで、要はここが、このビルのところが、当時の、スタジオみたいな感じなの。曲作りしてたじゃないですか、プリプロ。プリプロルームね。プリプロルームしてた、ましたよね。で、僕初めて、ディルのメンバーに会ったのここっす。思い出しました。18歳ぐらいの頃。18歳ぐらいの頃です。マジ、それが本当そうっす。君がメンバーに会うまで1ヶ月ぐらい非常階段にずっといたという。そうです。だからさっきの非常階段なんですよ。はい。なんで非常階段にいた？わかんないです、それは。あと、当時トラックあったじゃないですか。トラックで待ったり、だからこの道沿いでずっと待ったりとかしてましたね。メンバーに会えずに1ヶ月ぐらいだっけ？いや、1ヶ月言わない。もっとですね、多分。2、3ヶ月です。はい。確か。2、3ヶ月メンバーに会えず、非常階段やトラックで待って。だからメンバーがだから14時ぐらいにいつも入って、深夜までやるじゃないですか。それもずっと非常階段かトラックで待って。それがスタートです。で、それを乗り越えて、じゃあそろそろメンバーに挨拶しようかみたいになって、あそこで会ったんです。あの部屋で5人全員と。そしたらそしたらってなんですか？そしたらそうなった。もうなんか、よろしくお願いしますみたいな感じで。で、もう、メンバーは別にそんなに反応もなく。多分当時、こう入ってはやめみたいな多分多かったと思うんで。そうね。多分最初はそんなに心開かない感じっていうか、はありますよね、多分。もしかしたら。そうですね。だってそのメンバーに会える期間が結構厳しいじゃん、うちのローディーの。厳しいです。それを乗り越えてきたのにすぐ辞めるのとかいるから。そうなんですよ。だから会わない2、3ヶ月で辞める人も多いですし。もう何十人も多分辞める。何十人もいますし、会ってから、会った満足感かわかんないけど、すぐ辞めるやつがいるんですよ。で、ローディーちょっとやってましたみたいな風に言う人も結構いたんですけど。まあでも、あそこでもう初めて会った時のことは僕今でももう鮮明に覚えてます。全員覚えてる？全員覚えてます。僕どんな感じだった？いや、細かく覚えてないですけど、情景は、髪型がどうだったのかそういうのは覚えてないですけど、なんとなくその情景、全員がいて、っていうのは覚えてます。すごいゆかりの地じゃないですか。そう。芦屋さんも、あそこに通い詰めるわけですよね、曲作り期間は。もう、2時とか3時ぐらいまでやってたよ。そうなんですよ。スタジオ最後の日までいた？いました。で、引っ越すじゃないですか。引っ越してしばらくいたんで、僕。引っ越した時のことも覚えてますし。はい。メンバーみんなで結構機材とかやって、やったのめっちゃ覚えてます。はい。僕がだから入った時は、ちょうどなんか両辱の雨とかのプリプロしてる時だったんですよね。そのマローとかはもう、あそこの部屋で生まれてるわけですよ。もちろん。ってレシアさんもやってるじゃないですか。やってるじゃないですか。いや、懐かしい。何年前ですかね。18って何年前18ですよね。17年前ぐらいなんですよ。一応もう人生の半分ぐらいビルワングレーや。そうなんですよ。関わってるんですよ。すごいですよね。僕より長いんじゃない？本当ですか？ビルワングレー関わってんの。いや、なんで、シアさん本人じゃないですか。いや、そんな思い出の泉岳寺なんですよ。
まあ、今ゲートへ向かってますけど、これすごいですね。これ何駅これ？これ多分だからこの辺こうゲートウェイができたことによって多分開発が今されてるんですよね。そもそも何だったのここ？こんな土地余ってた？いや、わかんないです。全然覚えてないです。あ、見えてきた。どれ？駅？あれだ。うわ、おしゃれ。超おしゃれ。あ、看板ありますね。うちらが求めてる。いや、うちら求めてるのは緑の看板だから。緑です。確かに白いですね、あれ。いや、これだから多分すごいのができるんですよ、この商業施設みたいな。わかんないですけど。タワマンかな？タワマンもゼロじゃないですよ。タワマン20代までだから。あれですよね、ちょっときつくなってくるからですよね、上上がって。いや、違う、そういうことです。違うんですよ。でも逆に70代からタワマンはいいかもしれない。あ、そうなんですか。逆に。もうそこで完結するじゃん。ああ、なるほど。なんか病院とかも入ってるじゃん。ああ、いいところはありますね。確かに。20までタワマンで、また70からタワマン。いや、多分いいと思う。いいですか。いや、だから多分数年後やばいことになると思うんですよね、この辺。住もう、ここに。めっちゃ高くなりそうですけど。でも僕もだから泉岳寺結構来てたのに何あったかマジわかんないですね、この辺。もう割と忘れたい記憶だから抜けてるんじゃない？辛すぎてですね。だって人生で一番辛かったんでしょ、その時期。その時期が辛かったですね。でもメンバーにと関わってるのは全然いいんですけど、もちろん尊敬してたんで嬉しかったですけど、まあ、業務はやっぱ結構辛くて、先輩ローディーの先輩ローディの過酷な試練で、あともう18でいきなりやっぱり全国ツアーとか何も知らずに飛び込んでめっちゃいろいろ怒られたりするじゃないですか、スタッフとかに。やっぱそれ結構神経が結構強くなりましたね、そこで。しやさんやばいです。もうちょっとで終わりそうです。これ駅、ここっす。マジ何できんだろう。もう駅はすごいなんか近未来。そうですね。まあさすがに数年前にできた駅ですからね。なんか書体がなんか気持ち悪い。気持ち悪いって言うんですか。緊張体だ。うわ、なんか違和感あるな。でも綺麗やっぱり。いきなり改札なんや。そうっすね。じゃああっち側行けないんだこれ。でもシアさん待ってください。こういう感じになるってことですよ。完成予想図がこれとかこれになるんですよ。すごい。またでも100年先の話じゃないのこれ。僕ら生きてない可能性ありますねこれ。すごい。これやば。これが今作ってるのが全部これなんですよ。100年後に？100年後かわかんないですけど、100年もかかんなそうですけどね。じゃああっち側行けないんだこれ。あっち側ないっすね。ないんだ。わかんないですけど。普通に何口とか書いてあるじゃないですか。入り口しか書いてないんで。ちょっと書体もなんかしょぼいな。まあでももう着いちゃったんで撮りましょうか。はい、というわけで無事高輪ゲートウェイ駅に着きました。着きました。はい、すごいなんかもう進化してる駅です。まだちょっと開発中ですけどね。駅はとりあえず綺麗です。で懐かしのプリプロルームも行けたし、満足ですか？どうですか？いやもう感慨深いですよ。僕が深夜さんと初めて会った場所ですね。僕は覚えてないですが。なんで覚えてないんですか？頼みますよ。まあでも来れてよかったです。というわけで次回はここからついに品川駅に歩いていきます。さよなら。